皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国が推進しようとしているワクチンハブ構想。この構想が早くもつまずいているというニュースを取り上げようと思います。韓国のムン・ジェイン大統領は G7 サミットにゲストとして紹介された際に、ドイツのメルケル首相に我が国にぜひともワクチン生産やワクチンの研究開発部門などを誘致することに協力してほしいといった話などを振っていました。そしてドイツメーカーとの間で開発が成功した際にはぜひとも韓国での生産を推進してくださいといったことなど大統領自ら営業を行っていました。ところがこの話を持ちかけられたドイツのキュアバックという会社は大規模なワクチンの臨床試験を行い、その臨床結果が非常に悪いものでした。現在世界には様々な会社から新たなワクチンの開発成功を伝えるニュースなどが流れている中で、これは大きな衝撃を持って受け止められました。なぜ後発のメーカーにもかかわらず今更失敗するなどとちょっとしたサプライズになっています。それではムン・ジェイン大統領が進めようとしていたワクチンハブ構想、その構想に大きく寄与すると見られていたドイツメーカーのワクチン開発のほぼ失敗したであろうというニュースについて見ていきましょう。韓国での生産を推進したドイツ産新型コロナワクチン予防効果 50% ならず。韓国のムン・ジェイン大統領がドイツの製薬会社 CEO との画像対話で韓国国内での生産を推進したワクチンは予防効果が低いことが分かった。ムン・ジェイン大統領は15日、ドイツ製薬会社キュアバックの CEO との画像対話で韓国をワクチンハブにする計画を伝え、韓国を生産拠点として優先的に考慮してほしいと述べた。これに対しハース CEO は、韓国には最高レベルの製薬会社が多く、協力の余地が多いと答えた。しかし、キュアバックの新型コロナワクチン臨床第3相の中間結果によると、予防率は 50% にも達しないことが明らかになったと、ドイツメディアが16日報じた。この日、キュアバックは新型コロナワクチンの臨床第3相の中間結果で、予防効果が 47% だったと発表した。アメリカ食品医薬品局 FDA や世界保健機関 WHO などの緊急承認予防率の最低値は 50%。キュアバックは 2,3 週間の追加分析を経て最終結果を出すと明らかにした。ハース CEO はこの日の記者会見で第3相の最終結果を正確に判読するために努力しているとし、我々は依然として承認申請を計画していると述べた。まず、キュアバックがどのようなワクチンを開発していたかをご説明しましょう。キュアバックが開発していたワクチンというのは、ファイザーやモデルナと同じくメッセンジャー RNA タイプのワクチンでした。ですから、すでに使用実績があるファイザーやモデルナというものが存在しているわけですから、後発のメーカーも少なくともそれ以下のものは出さない、もしくは同等品を出すであろうということが予想されていました。キュアバックの発表によれば、ファイザーやモデルナよりもさらに取り扱いがしやすいということが一つのセールスポイントになっていました。ファイザーやモデルナのワクチンというのは構造上非常に脆いために冷凍で保存、そして保管、輸送などが求められていました。しかしキュアバックのワクチンは同じメッセンジャー RNA タイプでもあるにもかかわらず冷凍は不要で冷蔵庫さえあれば大丈夫というものでした。ですから取り扱いが非常にしやすいということで開発途上国にも問題なく行き渡らせることができる。つまり有効性さえ高ければ、それこそファイザーやモデルナよりも世界中に広く販路を求めることができるという意味で非常に有望なワクチンだったわけです。また、今回は中間結果に過ぎないからもっと情報を精査するというふうに経営者は述べているわけですが、今回の治験では参加者は4万人規模と非常に大規模なものでした。これはファイザーやモデルナが3万人規模、また最近では従来方式のワクチンとして承認されたノババックスの治験参加者が2万数千人というレベルですから、非常に4万人レベルというものはデータの集め方としては非常に本格的です。そして本格的に治験データを集めたわけですから、今回の中間報告というのは非常に意味があります。というのも人数がもしも少なければデータに偏りが生じてしまい、
極端に悪い結果が出てしまうという可能性もあるわけです。しかし4万人規模の治験を行った上でこのような有効性 47% という数字が出た以上、ここから大きく有効性を上げるような情報が出てくるとはとても思えません。むしろこのような中間結果を受けて、いやいや最終結果では有効性 80% でしたよなどと言われたら本当かというふうにむしろ疑惑を持たれるように私には思います。というわけで韓国のムン・ジェイン大統領もそれこそ後発のメーカーが出してくるワクチンなどだから開発成功するだろうと思っていたはずです。そして市場関係者らもまさに同じような考えを持っていたわけで、今回の中間結果というものを受けてキュアバッグの株価は一気にマイナス 50%、 まさに大暴落と言えるような株価の動きを見せています。ドイツメーカーだしそんなに大こけはしないだろうと思われていましたし、またそもそも治験の第1第2で問題が大きく発生したというニュースなどもありませんでした。そしてこのキュアバッグは開発に成功するであろうという見込みのもとに EU 側とはすでに4億5000万回分の契約を済ませていた状態です。ですから開発に成功すればそれだけの量を当然のように出荷していたわけで、今回の中間結果で出た 47% というのでは緊急使用承認のその最低ラインにも届いていません。つまりもう一回開発をし直しなさいという話へと大きく後退する可能性があるのです。この有効性 47% というのがどれだけひどいものかといえば、それは中国製のワクチンよりも有効性が低いとされているからです。以前私はこのチャンネルの動画で中国製ワクチンの有効性が 50% 程度にしか過ぎなかったという話をしました。これは南米ブラジルで行われた治験なわけですが、その当時中国メーカーはいやいやこれ情報に間違いがあって補正したから大丈夫というふうに言い訳を行い、実際には南米で緊急使用承認がおり、中国製のワクチンは現地では使用されています。そして中国本土で行われた治験のデータなどについては随分と長い間公表はされていなかったのですが、最近ではいろいろと外部からつつかれたのでしょう。ようやく交渉 70% 程度の有効性があると一応のデータは出してきました。もちろんこのデータについてはかなり疑問があります。例えばブラジル以外の国々でも中国製のワクチンの治験というものが行われているのですが、他の国で行われた治験の際には1回目接種における有効性は 3% に過ぎないという衝撃のデータなども出ていました。交渉 70% の有効性を出すために2回の接種が必要なわけですが、しかし1回しか打っていない時では有効性 3%、 それが2回打てば 70% 程度まで上がるというのですから、これはちょっと異常としか思えません。ちなみにファイザーやモデルナの有効性は 90% 台ですが、1回目接種における有効性は 30% から 40% 台に収まっています。ですから中国製ワクチンが交渉 70%、1回目 3% というのがいかにもおかしなものであるということが分かります。そのような中国製のワクチンですから、交渉 70% というのも結局のところ本当のところどうなのかかなり怪しいものであり、国によっては中国製ワクチンを2回打った後にさらに3回目、しかも中国製のワクチンではなく結局のところファイザーのワクチンを3回目接種するブースターと言われるものも行われています。さて話がだんだんと中国製ワクチンの話になってきているので、改めて話を戻しましょう。韓国のムン・ジェイン大統領は世界各国で開発されたワクチンをぜひとも韓国で作ってくださいという話を世界各国に営業して回っています。その一つとして今回はドイツメーカーのワクチンの話が出てきたわけですが、私はこの構想それ自体は全く破綻していると思います。なぜならば今回の開発に失敗したであろうメーカーはドイツのメーカーだったわけですが、その他にも欧米ではワクチン開発に取り組んでいる企業がたくさんあります。2回接種ではなく1回打つだけでいいですよというジョンソン&ジョンソンや、また従来方式のワクチンを作って治験が通ったノババックスなども出てきており、何もメッセンジャー RNA だけではなく従来方式のワクチンというものもどんどんと市場に出てくるようになります。しかもそれらのメーカーというのは別に自分の持っている工場で作ることでも十分に対応できるはずです。なぜならば今や欧米ではかなりワクチン接種が進んでおり、需要そのものはこれから伸びるのではなくある程度落ち着いてくるからです。ですからこれらのメーカー次々と新たに開発に成功し市場に乗り込んでくるわけですから、市場には多くのワクチンが出回るようになってきます。この流れというのは基本的には改善する方向に向かっていますから、供給が全然足りない、もうどこの国でもいいからどんどん作ってほしいと外部に投げるといった方式も
少しずつその動きは収まっていくはずです。そうした意味では、生産受託の世界最大手というのはインドにあります。インドでは新型コロナウイルスの蔓延によって世界市場へとワクチンを供給する役目というものがかなり長い間止まっていました。しかし、インドにおける感染爆発もその最悪期というのは脱していますから、今後はワクチン生産が軌道に乗ってくれば、それこそインド産のワクチンが世界へと供給されるようになるでしょう。ちなみにインドで生産はされるわけですが、それこそ欧米のメーカーが開発したものをインドの会社に生産をお願いするという形での、いわゆる製造受託メーカーという形です。ですから、インドで作られたということを知らずに手頃な価格でのワクチンというものの普及が進むはずです。おそらくはそのようなワクチンというのは出荷先としては東南アジアや開発途上国などが中心となるでしょう。それこそ世界各国にワクチンを供給する仕組みであるCOVAXなどもインド産のワクチンを大量に購入し、そして世界へと流通させる役目を負うはずです。このように時間の経過というのは基本的に韓国の進めようとしているワクチンハブ構想というものを全く必要としない形で状況は改善していきます。ムン・ジェイン大統領はいかにも時流を捉えて韓国を世界のワクチンハブにしようという構想を語っているわけですが、これでは全く実効性はないと私は見ています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。